高度資格8個持ちの先輩が全部詐称だった結果、お前は資格もないくせに黙ってろ。認定団体に確認したら君の名前ないけど。私は中堅 S ヤーで働く30歳のシステムエンジニア。勤続8年でそれなりに実績も積んできた。ただ資格は基本情報技術者しか持ってない。高度資格の試験勉強より実務で技術を磨く方が大切だと思ってたから。まあ資格より実力だよな。でも資格あった方が評価されやすいのも事実。そんな私の前に立ちはだかったのが5歳年上の先輩。この先輩、高度 IT 資格を8個も持ってるプロジェクトマネージャー、システムアーキテクト、IT ストラテジスト、CISSP、AWS 認定ソリューションアーキテクトプロフェッショナル、GCP プロフェッショナルアーキテクト、CCNP、PMP。 8個すごすぎる。勉強めっちゃしてんな。社内では資格の数で先輩がエース扱いされてた。ことあるごとに資格の話を持ち出してくる。この設計、俺の資格知識がないと理解できないだろうな。いや、基本的な設計パターンですけど。イライラするわこいつ。でも部長や役員は資格の数に騙されていた。先輩は本当に優秀だな。会社の宝だよ。実務スキルは大したことないのに。資格だけで評価されるのおかしくない？そんなある日、部長から重大発表があった。みんな、大手金融機関から大型案件を受注した基幹システムの刷新プロジェクトで、予算は5億円だ。5億円。めちゃくちゃでかい案件じゃん。すごい。私もこのプロジェクトに参加したい。プロジェクトリーダーは、先輩、君に任せる。了解しました。私の資格と経験に任せてください。イッチは先輩のサポート役として参加してもらう。サポートですか？これだけの大型案件だ。高度資格を持つ先輩が適任だろう。でも私の方が実務経験は。実務経験より資格だよ。客も資格を重視するからね。これはひどい。実質降格じゃん。結局私は先輩の補佐という形でプロジェクトに参加することになった。実質的な降格だった。給与も据え置きで評価も下がった。プロジェクト準備のためのミーティングが始まった。先輩、システムアーキテクチャはマイクロサービスが良いと思います。金融システムの規模と将来の拡張性を考えると。ちょっと待って。君は基本情報しか持ってないよね。はい。でも実務で何度も設計してますし。俺は見ての通り、システムアーキテクトの資格を持ってる。アーキテクチャは俺に任せてくれる。はい。資格マウントを座すぎ。その後も会議のたびに先輩の資格マウントが続いた。クラウドは AWS と GCP のハイブリッドで。俺、AWS 認定と GCP 認定両方持ってるから。しかもプロフェッショナルレベルね。君は持ってません。セキュリティ要件について CISSP の観点から。おっと、CISSP って知ってる？俺持ってるけど、セキュリティは俺の専門分野だから。うざすぎるだろこいつ。資格あるだけで実力ないパターンやろ。どんな提案をしても先輩の資格マウントで却下される。私の実務経験は全く評価されなかった。このままじゃプロジェクトが不安だけど、サポート役としてできる限りのことをやろう。一致頑張れ。でもこの時の私はまだ知らなかった。先輩の資格が全て嘘だったなんて。プロジェクトが始まって1ヶ月、私の不安は的中した。先輩、このマイクロサービス設計、サービス間の依存関係が。俺はシステムアーキテクトだぞ。この設計で問題ない。でも循環参照になっていて無限ループが。お前の心配は杞憂だ。実装を進めろ。そして予想通りシステムは動かなかった。先輩、
やはりサービスが無限ループに陥ってます。それにデータベースの設計も正規化ができてなくて。正規化なんて古い考えだ。最近はあえて非正規化する。でもデータの整合性が取れなくなって。お前は基本情報だけだろう。俺を信じろ。こいつ絶対分かってないだろ。さらにクラウドのコスト設計もめちゃくちゃだった。先輩、今月のクラウド請求が500万円超えてます。インスタンスサイズが過剰でオートスケーリングの設定も。パフォーマンスのためだ。 AWS 認定プロフェッショナル持ちの俺がやってるんだぞ。月500万とか予算の10倍や。セキュリティ設計も問題だらけだった。先輩、データベースのポート全開放してますけど。問題ない。 CISSP の資格持ってる俺の判断だ。でもこれセキュリティ診断で確実に指摘されますよ。うるさい。資格もないやつが口出しするな。資格持ってたら何やってもいいと思ってんのか。ネットワーク設計も基本的なミスが多かった。CNP 持ってるんですよね。この構成だとボトルネックが。後で最適化するから黙ってろ。後でってことは今は買ってないってことじゃん。プロジェクト開始から2ヶ月が経過。ついにクライアントからクレームが入った。どうなってるんだ。納期まで1ヶ月なのに動くものが何もない。プロジェクトマネージャー資格持ってるって聞いたが、本当か。もちろんです。ただ想定外の技術的課題が。お、焦ってきたな。結局納期は3ヶ月遅延することになった。予算も当初の5億円から10億円に膨れ上がった。予算2倍って大炎上や。そして運命の日がやってきた。これ以上待てない。契約解除だ。それに損害賠償3億円を請求させてもらう。先輩、どういうことだ。いえ、これは一致の技術選定が間違っていて、私は何度も指示したのに一致が従わなかったんです。彼女が勝手にアーキテクチャを変更したせいで。そんなこと言ってません。むしろ私の提案を全部却下したのは。一致、お前がプロジェクトリーダーの指示に従わないから。先輩は8個も資格を持ってるんだぞ。部長も資格信者かよ。これはひどすぎる。一致、お前を懲戒解雇とする。懲戒解雇？今日から自宅待機だ。出社は禁止する。その日のうちに私は会社を追い出された。どうして私は正しいことを言っただけなのに、翌日社内では噂が広まっていた。一致さん、5億円プロジェクトを台無しにしたらしいよ。先輩の指示を無視して勝手なことしたって。やっぱり資格って大事だよね。完全に濡れ衣やん。イッチがかわいそうすぎる。このままじゃ終われない。絶対に真実を明らかにしてやる。一致頑張れ。何か証拠はないか。私はパソコンを開いて徹夜で証拠集めを始めた。まずは先輩の資格証明書のコピーを確認。社内の共有フォルダに保存されてたやつ。あれ、このフォント微妙におかしくない？ IPA のロゴも本物と比べると色が違う。まさか偽造？お、気づいたか。他の資格証明書も確認してみる。CISSP の証明書、これも印刷が荒い。 AWS の証明書は日付のフォーマットがおかしい。全部偽造なの？マジ？8個全部？だとしたらヤバすぎるだろ。確かめなきゃ。 IPA に直接問い合わせてみよう。 IPA のウェブサイトには合格者検索システムがある。先輩の受験番号を入力して検索。該当する合格者が見つかりません。嘘。プロジェクトマネージャー試験合格してない。マジか。念のため IPA に直接メールで問い合わせよう。翌朝 IPA から返信が来た。ご紹介の受験番号は当機構のデータベースに存在しません。やっぱりプロマネ資格完全に偽造だ。ざまあ。次はシステムアーキテクトも確認。こっちも該当なし。IT ストラテジストも
該当なし。 IPAK の資格全部偽造。これは大事件や。次は CISSP セキュリティの国際資格 ISC スクワードの認定者検索システムで確認。先輩の名前と認定番号を入力。検索。ノーレコーズファウンド。該当なし。 CISSP も偽造か。次は AWS 認定。 AWS のサイトで認定番号を確認。この認定番号存在しない番号だ。 CCP 認定も確認。こっちも該当なし。 CCNP はシスコのサイトでやっぱり該当なし。 PMP は PMI。 こっちも該当なし。8個全部すべての資格が偽造だった。でもこれだけじゃ足りない。もっと証拠を集めよう。次に私は先輩の履歴書を確認した。先輩は東京工業大学情報工学科卒業となってる。大学にも確認してみよう。大学の卒業成果に問い合わせたところ、該当者は在籍していましたが2年次で中退されています。学歴も詐称。2年で中退なのに卒業と嘘。もう完全にアウトやん。さらに過去のプロジェクト実績も調べてみよう。会社の GitHub アカウントにアクセスして過去のコミットを確認。先輩が手柄にしてたシステム。実際のコミットは別の人だ。過去の実績も横取りしてたのか。完璧だ。これだけあれば十分。私は全ての証拠をまとめて社長と法務部に直接メールした。証拠リスト、 IPA3 資格の不存在証明、 CISSP 認定団体からの回答、 AWS、 GCP、 シスコ、 PMI からの該当なし証明、大学からの中退証明、 GitHub コミット履歴の分析結果全部。改ざん不可能な公式の証拠。緊急役員会の開催を要請します。送信。と翌日の朝、社長から返信が来た。明日緊急役員会を開催する。出席されたし、よし、決戦だ。いよいよ反撃開始。緊急役員会当日、私は会議室に入った。部屋には社長、役員、部長、そして先輩がいた。イッチさん、来てくれたんですね。あなたから重大な報告があるとのことですが。はい、プロジェクト援助の真相を報告します。ちょっと待ってください。彼女は責任転嫁しようとして。先輩、まずは私の報告を聞いてください。先輩が保有しているとされる高度 IT 資格8個について調査しました。結論から言うと全て偽造でした。何だと？そんなわけない。私の資格は本物です。では証拠をお見せします。まず IPA の3資格について、プロジェクトマネージャー、ステムアーキテクト、 IT ストラテジスト、 IPA の合格者検索システムで先輩の受験番号を検索しました。3つとも該当する合格者はいませんでした。さらに IPA に直接問い合わせた結果も添付しています。イッチすげえ、徹底的に調べたんだな。まさか本当に偽造だったのか。これは重大な詐欺だ。それはシステムのエラーです。3つすべてでエラーが起きる確率は？次に CISSP セキュリティの国際資格です。 ISC スクワードの認定者検索システムで確認しました。先輩の名前、該当なし。 AWS 認定、 GCP 認定、 CCNP、 PMP すべて各認定団体のデータベースで確認しました。8個すべて該当なし。先輩、これは本当なのか？いや、これは何かの間違いです。私の資格証明書はちゃんとあります。では今ここで確認しよう。秘書、 IPA に電話をつないでくれ。待ってください。社長はスピーカーフォンで IPA に問い合わ
お調べしたところ該当する受験番号は存在しませんでした。ありがとうございました先輩。説明してもらおうか。そう、それはまだあります。先輩の学歴も調査しました。東京工業大学情報工学科卒業となっていますが、実際は2年次で中退しています。嘘に嘘を重ねすぎだろ。学歴まで詐称とか人間として終わってる。大学からの証明書も添付しています。学歴詐称まで。さらに先輩が過去に手柄としていたプロジェクト実績も調査しました。 GitHub のコミット履歴を分析した結果、実際の開発は他のメンバーが言っていました。先輩は他人の成果を横取りしていたんです。先輩、嘘だと言ってくれ。認めます。資格があれば評価されると思ったんです。実力がないのは分かってました。でも言い訳にならん。8個すべての資格を偽造し、学歴まで詐称。その上5億円のプロジェクトを炎上させ、イッチさんに濡れ衣を着せた。即刻懲戒解雇とする。さらに詐欺罪で刑事告訴する。プロジェクト炎上による損害賠償として800万円を請求する。それと学歴詐称により不当に受け取った給与差額200万円の返還も求める。合計1000万円。刑事告訴もあるからもっとやばいぞ。資格マウント野郎の末そんな人生終わった。そんな1000万円すぐに荷物をまとめて出ていけ。こうして先輩は会社を去った。その後詐欺罪で略式起訴され罰金刑となった。前科がついたことで IT 業界での再就職は絶望的に。完全に業界追放。イッチさん、あなたにプロジェクトを引き継いでほしい。はい、必ず成功させます。イッチなら絶対できる。最初からイッチがリーダーだったらよかったのに。必要な予算やメンバーは全て確保する。頼んだぞ。任せてください。私は先輩のめちゃくちゃな設計を全て破棄した。そして最初から正しいアーキテクチャで設計し直したマイクロサービスの依存関係を整理。データベースも正しく定期化。クラウドコストも最適化して月額を50万円に削減。 500万から50万、10分の1。そして3ヶ月後システムは完成した。素晴らしい。完璧な設計だ。パフォーマンスも素晴らしいし、運用コストも安い。ぜひ追加でシステム開発を発注したい。予算は2億円だ。2億円。やばすぎ。炎上させた先輩とは大違いだな。イッチさん、素晴らしい成果だ。あなたをプロジェクトマネージャーに昇進させる。年収も180万円アップだ。さらに特別ボーナスとして250万円が支給する。ありがとうございます。その後、私は本物のプロジェクトマネージャー試験を受験、無事合格して、正式にコードした保持者となった。今では社内の技術リーダーとして活躍している。完璧な逆転劇だったな。資格より実力が大事だって証明されたな。最後まで読んでくれて、ありがとう。始末スカッとした。証拠が完璧すぎて最高だった。イッチ G ゼン